学校とか、家のこととか、友達とか、それから、アイドルの仕事とか。私たちって、たくさんのつながりの中で生きていくことしかできないわけじゃん。だけど、なんかそれが、たまに息苦しくなっちゃったりしてさ。なあちゃんは、プロデューサーから何か聞いてたりする？全然。アマナもずっと気になってたんだよね。リンゼも、特に。私も。プロデューサーさん、ここのところずっと忙しそうだもんね。完全にみんな初見か。まだかな、プロデューサーさん。この気配は。待ち焦がれたよ、プロデューサー。記念すべき新ユニットの初開講ですよ。おっと、これはプレゼン内容に期待できそう？いっそ、一人になれたらなーって。でも、つながりを断つなんて、やっぱできなくて。そんな時、みんなだったらどうする？呼吸の仕方。どれも、大切なことで、必要なんだって思うから。でも。私、出られると思う。
あれ、恋人ちゃん。お疲れ様です。お疲れ様。恋人ちゃんも来てたんだ。はい。恋人ちゃんはどうしたの？スケジュールのことで、プロデューサーさんに。そっか。ユニットのお仕事も入ってきて、いろいろ忙しくなってきたもんね。アマナは友達と遊ぶ約束してて、時間までここで待たせてもらおうと思って。そうなんですね。うん。アマナが忙しくなっちゃったから、時間があるうちに会う機会を増やしておきたいんだ。いつも友達には助けられてるなって思うから、こういうつながりは大事にしたいなーって。はい。頑張ります。つながりは人を豊かにするもので、けれど一人もまた等しく豊かさをもたらすもので、それで息切れしちゃって、三峰がタップするまでずっと話してくれなくてさ。ところで、リンリン、どんな本買ったの？リンゼはこちらを。どれどれ？けど奇遇だよね。あのタイミングでばったり出くわすなんて、まさかのまさかだったな。はい、リンゼもまさかでした。ありがたいな。ほら、アイドルの仕事っていろんな人と関わるわけじゃん。誰かが見てくれるから、アイドルはアイドルでいられて、たくさんの人がアイドルを支えてくれて、つながりって大事だなーって。はい。ノフィロのみんなとももっと仲良くなりたいしね。はい、リンゼも同じ気持ちでございます。あ、ごめん、仕事の時間だ。それじゃ、リンリン、またね。はい、また。ゆいかさんもお気をつけて。
何でも聞いちゃってください。つながりって大事だなーって。はい。皆さんに比べたら三峰なんて全然ですよ。いっそ一人になれたらなーって。でもつながりを断つなんてやっぱできなくて。すみません。大丈夫です。そんな時、みんなだったらどうする？呼吸の仕方。誰かとのつながりはとっても大事なもので、けど大事にしすぎちゃうとその分不安になっちゃったりもして。あれ？既読ついてない。はあ。天野さん。リンゼちゃん。あれ？みんなは？ゆいかさんと小糸さんはもうお帰りに。そっか。天野も着替えなきゃ。天野さん、よろしければこちらを。天野さんにお貸しいたします。この本、天野に？はい。でもリンゼには読む本が他にもございますから。ありがとう、リンゼちゃん。天野に読めるかな？はい、きっと。どうしたんだろう。
はい。どのようなことでも。はい。リンゼは構いません。平気です。お仕事ですから。それは。プロデューサーさんだ。本当に申し訳ないんだが、みんなにスケジュール変更の連絡だ。日程調整の都合で今週予定していたミーティングについてはキャンセルさせてほしい。プロデューサー様。アマナ、何かしちゃったかな。ねえ、ピータン。三峰たちはどんな風に呼吸していったらいいのかな。誰かとのつながりがなかったら生きていくことなんてできないわけじゃん。ましてやアイドルなんてさ。でもつながりがあることで息苦しくなっちゃうこともあったり、一人でいることが息抜きになったり、一人でいることが余計に
つながりを求めちゃったりして。本当？ありがとう。嬉しい。うん、待ってるよ。ノフィロとしてみんなで頑張ってつながりを強くしていこうっていう中で、どうしたらもっと息がしやすくなるのかなって。今のいい感じじゃなかった？ねえ、もう一回みんなで合わせてみよっか。それでね、三峰なりに考えてたわけですよ。この4人であることの意味。三峰たちがノフィロであることの意味。あ、待って！答えが欲しいってわけじゃないの。これは三峰たち自身の問題だもん。前にプロデューサーも言ってたでしょ？三峰たちが自分で見つけて納得したものじゃないと意味がないって。人選とかユニットの狙いとかあるのかもしれないけど、それは三峰たちが納得することとは別のことだから。キリもいいし、それじゃあ今日はこの辺にしとこっか。ありがとう、ゆいかちゃん。自主練に誘ってくれて。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。むしろごめんね。みんなだって忙しいのに遅くまで付き合わせちゃって。お外真っ暗。いつものユニットを離れてまだちょっとぎこちないけど、ああして4人で集まってプロデューサーがくれたノフィロっていうつながりの中で三峰たちは何を探していったらいいんだろう。息苦しさと寂しさの中で、それでもメンバーの絆を強くするためには。帰る？ねえ、みんな。ちょっとだけお姉さんの三峰からお願いがあるんだけど、いいかな？
気持ちいい風。はい。ゆいかさん。うん。せっかくこの4人で一緒になったからさ、みんなと話したいなーって思って。学校とか家のこととか友達とか、それからアイドルの仕事とか、私たちってたくさんのつながりの中で生きていくことしかできないわけじゃん。だけどなんかそれがたまに息苦しくなっちゃったりしてさ、いっそ一人になれたらなーって。でもつながりを断つなんてやっぱできなくて、そんな時みんなだったらどうする？呼吸の仕方。そっか、みんなも。ねえ、あっちに行ってみない？うん。ステージみたい。確かにすっごく綺麗だもんね。とても素敵な感性でございます。やるじゃん、糸ちゃん。うん。本当にステージだね。なんか不思議だな。あの一つ一つの光の中、見えるわけじゃないのにあったかいなって感じられるもん。つながってるような、つながってないような、一人のような、一人じゃないような。自分らしく呼吸するならきっとこのくらいゆるいつながりがちょうどいいのかも。
そっか、そうだったんだ。アマナ、てっきり嫌われたのかもって。迷惑だなんて。アマナこそ信じてあげられなくて、自分の心配ばかりで。ありがとう。でもアマナね、おかげでちょっとだけ変われた気がするの。いえ、決してそのような迷惑などございません。プロデューサー様がお望みなら、いつでも何度でもまたご一緒に。三峰さん、なんだろう。はい。でしょ？三峰もそう思うんだ。プロデューサーが求めてたものと違うかもしれないけどさ、この4人で伝えたいものはきっとこうなんだって。はい。それじゃあピーターの番。そう、今度はピーターが問いに答える番でしょ。自分らしく息を吸って吐いて。きっとノフィロはこのくらい弱くて緩い関係がちょうどいいのかも。そうだ、弱い絆。リンゼちゃんに借りた本にそう書いてあったんだ。弱い絆か。今の三峰たちにぴったりな言葉なんじゃ。この4人でいるときは肩の力を抜いて、ノフィロらしく弱い絆で。
さて、答えてもらいましょうか。私たちが作り上げたノーワンフィールアローン、どうだった？プロデューサー。